レディオクルチューラコーヒー&ギャラリーの村木と申します。場所は森下清澄エリアですね。コーヒーショップ兼レコード屋兼ラジオステーション兼ギャラリー、いろんな好きなものを全部集めてやってるようなお店になってます。実際にサンパウロなりブラジル国内にいろんなエリアにあるラジオステーションの名前らしくて、アルゼンチンとかウルグアイとかにもあるような感じで、あとブラジルのレコードの裏にディスコイクルチューラ、レコードは文化ですみたいなスローガンみたいのが書いてあって、その名前を DJ ナッツって人が使ってるんですけども、2017年に日本に招聘した時に、その時に彼がそういう言葉を使ってて、そこからミックス CD を出そうってなって、レーベルどうすんだっていうことでレーベル名がその名前になったりして、大きな意味で使えるのでいいかなと思って使いました。レーベルみたいなのが始まったりして、その後にレコードを出すってことでウゴ・パトルーソさんと知り合いになれて、彼のプロジェクトの新録を撮ったりして、そういう活動をしながらレコード好きで DJ みたいなこともやったりして、その中で自分の拠点みたいなものがやっぱあった方がいいんじゃないかってことで、ラジオはやりたいと思ってたんですけども、アートなりコーヒーなりビールなりワインなりっていうのが入ってきたっていう感じですかね。いろんな要素が入ってるってことが重要なのかなと思ってて、いろんなものを集めて編集していくっていう作業が昔から好きだったので、それが自分に向いてるのかなと思って。正式にオープンしたのは2025年の6月ですね。なんでまだまだなんですけどね。東東京エリアっていうんですかね、そっちの方が好きで住んでたりもしたんで、やるならやっぱり渋谷とかあっちの方面じゃなくてこっちの方かなと思ってたんですけど、選んでる音楽もそうだし、少し違ったものをやりたいっていうのがあって、場所もそうなったのかな。いい意味で田舎感みたいのがまだあるのと、渋谷とかで一生懸命やって結果出した人がひょっこりすごい店やってたりとかもするんで、珍しい場所が多いのかもしれない。結構古いビルとか建物多いんで、リノベーションしてうまく使ってるところが昔からあって、そういうのも好きなんで、飲食とかはいい感じになってると思うんですけども、まだまだカルチャー的なお店は少ないし、少しここで頑張れればね、いいかなと思います。基準はもう自分がやっぱり好きなものだけ。どこの個人店さんは多分そうだと思うんですけども、大体自分がやっぱ2枚持ってるやつとかが多くて、自分が持ってるレコードが9割ぐらいですかね。自分が好きじゃないものはここでは売らないようにしてるっていう。ブラジルとか南米方面のものと、日本のジャズとかシティポップ系、 US のジャズ少し、ソウルとか、そんなに古くはないんですけども、東東京エリアに来てコーヒー屋さんと人ができてきて、彼らに教えてもらって、こういうのもあるんだって知ってから自分でいろいろ飲んだりとか勉強したりはしましたけど、ある程度任してっていうか、焙煎から何までも全部お願いして仕入れてるんで、プロとして一生懸命やってるような人たちからおろしてもらったり教えてもらったりしてるので、逆に自信持てるっていうか、本当にコーヒーも美味しいし恥ずかしくない感じで言えるんで、基本的に聞きながらコーヒー飲んで、それだけでも何もいらないみたいな贅沢な時間だと思う人が多いと思うんです。基本的には親和性っていうかあると思うんですけど、その中からやっぱり産地とかこだわっていくじゃないですか。レコードもそうですし、ワインもそうですよね。ヴィンテージの何年とか、コーヒーとレコードとワインっていうのをこじらしてる人が多いし、すごい合うとは思いますね。自分の地元っていうか住んでる町に古本屋があって、そこに中古レコードが置いてあって、手にしたとか目にしたのが多分一番最初ですね。横浜市の港北区っつって、割と音楽方面の人も住んでる人が多かったりして、高校生になると音楽好きな友達とかできてきたりして、地元のエリアはパンクとかハードコアとか、ああいうのが結構流行ってたっていうか、そういう環境だったので、友達がレコードを集め出してる人がパンクのレコードを置いてたんだけど、で自分でブースみたいなの作ってて、16歳とかでそれ見てすごい世界だなと思って、そこで多分影響されて、俺もちょっと買っていこうかなっていうのがあったので、みんな最初は派手なファッションから入って、パンク、ハードコア、ニューヨークのニュースクールとか割と人気あるような聞いていったんですけど、その中で海外で自分たちで活動して全て DIY でやっていくみたいなシーンがあったりして、
ハードコアからやっぱりこうポストロックに行くっていう流れみたいのがあったんですよね、当時に。トータスとかもそうですよね。そういうのを真似したっていうか影響を受けて、自分たちがやるならこっちかなってことで、地元でシーケンスパルスっていうバンドを組んで、ドラムで僕はやってて、地元の先輩たち近いところで割と有名な人とかいて、トーっていうバンドとかエンビーっていうねハードコアバンドとか、そういう人たちのこう直属の後輩みたいなやつが高校の同級生とかにいたりして、一緒にライブやらせてもらったりして、アルバムリーフとかトリステザとか来た時にこう前座でやらせてもらったりして、そのバンドを抜けた後にジャズのドラムを勉強したいなと思って、ジャズのセッション通いながら練習はしてたんですけどね、やっぱりレコード聴いてる方が楽しくなってきちゃったっていうか、 US のねソウルファンクジャズとか好きで僕も買ってたんですけども、ヒップホップ聴いてサンプリングソースとかって結構いる流れだと思うんですけど、やっぱりね上には上っていうか10歳ぐらい上の人たちの知識とかさ同じ感じでやってもなとは思ってて、ちょっと違うものに興味を持ちがちなんで、そこでちょっと違ってなおかつ自分がいいと思うものってなんだろうってなった時に、ブラジル音楽とか南米音楽が出てきて、自分なりに聴いていくとやっぱりいいなと思って買い始めて、最初はこのチャンネルにも出てるラバーガードレコードさんに行って、そこでやっぱりだいぶ変わったというか、レコードの買い方もそうだし、ブラジル音楽の知識もそうだし、今でこそね少し分かるようになってきましたけど、今も継続してお世話になっているとラバーガードさん行っていろんな人に会って、 DJ ナッツにもつながるし、古い音楽とか誰も聴いてないような自主版とかと出会ったっていうのはでかいのかな。基本やっぱ近所の人は多いですよね。あとはブラジル音楽が好きで何らかの形でこう私のことを知っていて来るとか、音楽好きなレコード好きな人が大半ですかね。あとはもう普通にやっぱカフェとしてこの雰囲気が好きな人、あとアートとかねギャラリーみたいのが好きで来る人とか、ジャズ喫茶回ってるような人とか、オーディオが好きな人がちょっと来ますね。意外とやっぱり全然レコードとか興味ない人が来るんだなと思って、そういう意味で安いレコード500円ぐらいのとかっていうのをなるべく多く作ろうかなと思ってるんですけど、レコードを買いに来るっていうよりかはふらっと遊びに来てコーヒー飲みながらなんか話して、そこでなんか得るものがあると思うんで、ついでにレコード好きな人はもう買っていけばいいし、レコード以外の情報ってなんか意外とあるじゃないですか。レコード屋さん遊び行ってもそういう部分結構でかいかもしれないです。著名な方も発見されてる。そうですよね。おかげさまでなんか来てくれて、クロートには人気があるんですけど、なかなかね一般の人にはまだ。ジャイルスの場合はウゴ・ファットルーソのレコードを出した時に彼にレコードを送ったんですけども、ウゴのことすごい好きだっていうのをどっかから聞いて、全然知り合いでも何でもなかったんですけども、間に一人入ってもらって、ソイル&ピンプセーションの社長っているじゃないですか。彼と話す機会があったので聞いてもらって、レコードの日本だけで出すのがあるんだけどいるかってことで聞いてもらったら、絶対欲しいってことで、何十年前から好きだと思ってんだみたいなで2作売ったりして、2作目の時は僕が関連のミックスを作ったのをラジオでかけてくれたりとか、そういうのがあったんですよね。でそこから付き合いで、やっぱりブラジル音楽がやっぱ好きなんですよね。最初にモアシル・サントスのフォルマのやつないかって聞かれたんだけど、さすがにこういうレコードあるよっていうのを見せてたんで、多分それを見てしてくれたんだと思います。お願いします。一応コーヒー屋なんで看板があるので、このカンガルーはブラジルのレコード買う人は分かると思うんで、昔のレコードについてるカンガルー。目の前がコーヒーカウンターですね。そうですね。ここで注文していただいて、こっちで適当に座って飲めるスペースですかね。ここでレコードも販売してますよっていうことで、この棚が一応特注で作ってもらったんですけども、サブロク C ってユニットですかね、アートユニットみたいなのやってる人に作ってもらって、取っ手が陶器でできてて、陶器の作家とあと木工を作ってる2人で、そのうちの1人はうちのお店のロゴを作ってもらったりとか、そこにある椅子
を作ってもらったりして、はい、彼は彼でアンプロダクツっていうプロダクトを運営してるんですよね。もともとやっぱりバンド界隈の人で昔一緒に対バンした仲間とか今もバンドやってる人なんですけど、販売するのは一応ここのゾーンラジオ用のアーカイブというかものも結構あるんですけども、こっちの表面だけは販売用に用意してる分ですかね。取っ手が陶器になってて、引き出すとこんな感じでブラジルものありつつ、はい、こういうブルーノート系もありつつ、壁レコがあってあれですね。この2枚が一応自分のとこで出したやつで、ファットルーソとあとアルバナ・バロカス2人でデュオですね。でこれ今サイン入りを飾っちゃってるけど、一応これも販売してるんで新品のやつ裏にあるんで、これが一番おすすめかな。やっぱりコーヒーとブラジルといえばそう、これはもう飾りでコーヒー関係の飾っちゃってるだけなんですけど、隣もコーヒーですね。そうですね、コーヒー&ジャズなんで。でこの上のこのアートもすごく異彩を放ってますけど、これはニューヨークのグラフィティのアーティストなんですけども、こっちの板の方はユーチュラ2000なのかな、ユーチュラさんの作品をスケボーの板に落とし込んだやつですかね。こっちはユーチュラと一緒に活動してたスタッシュっていう、ニューヨークのグラフィティアーティストなんですけど、これはもうキャンバスの作品ですよね。もう昔からやってる人たちだからすごいですよ。今のところはもう自分が好きなものを飾ってるだけなんで販売用とかってわけじゃないんですけども、ゆくゆくは場所を貸して作家さんに展示してもらったりっていうのも考えてるんですけど、レコードモチーフのやつは山塚愛さん2点ともレコードを使ったやつで、アート方面ではまだ評価があれなのかもしれないですけど、海外とかではすごい人気もあるし、アートとしてすごいなと思って、音楽もねすごいですけど理解できない人がいるかもしれないけど、アートはね多分分かりやすくいいんじゃないかなと。隣は長坂真子くんって人の作品なんですけど、ガーナでゴミを拾って再利用してこういうアートを作っているんですよね。これもなんかの基盤ですよね。これが自動でハンドドリップマシンですかね。オアステディってアメリカの機械なんですけども、 NASA の開発チームが関わってデザインしたとかつっていろいろ設定ができて納得の味が出せるような機械ですね。これもなんか飾りになっちゃってますけど、ラジオ用のアーカイブというかなんで、ちょっと買いに来た人には申し訳ないんだけど、ここで聞きたいって言ったらここで流して、そうですね、もちろんこの7インチもね、飾りなんで手前だけコパカバーナの黄色ラベルの前に出してますけど、バング&オルフセンの古い機材が好きなんで形がすごいですね。これ60年代か70年代かだったかな、ベオマスター1000ってね、こっちで座って飲めてカウンターで飲める。こっちが山田洋次さんっていう人の作品で、こっちは福村隆太さん、とても素敵なものがあったんで、こういうのも選んで使うようにして楽しめるようにはしています。カウンターが銅で作ってるので、これも一個ポイントかもしれないですね。銅は塗れるとね変色もするし、どんどんいい味が出て作るにあたって銅板だけは使ってくれるっていう、そこだけ長屋さんっていう人が作ってくれたんですけど、もう任せて安心な人たちなんで、レコードがぴったり入るようにここに入るらしいんですよね。初めて入れましたけど入りましたね。この横にもレコードがずらっと。レコード、そうですね。これもラジオ用にかけるやつで、販売用もちょっと混じってるんで、好みとかお聞きした時にこういうのっていうので裏から出すように入ってたりはしますかね。これも多分アメリカだけで販売してて、日本では多分出てないと思うんですけど、おそらくこの3色で全色なんじゃないかなっていう、60年代かなのポータブルで、こっから多分音がスピーカーになってて、デザインがすごいんで、あれは Bluetooth で鳴らせるスピーカーなんですけど、日本のグラフィティの人が描いた壁壊してミニのレゲエのサウンドシステムみたいのを作ってる人が組んでくれたものを、家具も好きなんでヴィンテージのこっちは北欧系とかこういう古いものもありつつ、こっちはさっきのフューチュラさんですよね。こっちの面はホセ・パルラっていう人で、また違うアーティストなんですけど、キューバルーツの人で、ヴィンテージオーディオゾーンっていうんですかね、
アルテックの音が好きで、知り合いの先輩が持ってたスピーカーでオーディオルームお邪魔した時にすごい音が鳴ってたんで購入して、全然音近づかないんですけど、ちょっとずつ近づいてってるって感じです。これもねアルテックですね。これがマラガっていうタイプで、こっちは9844っていうタイプですね。モニタースピーカーで、一応ステレオとモノラルとで分けてあれしてるんですけど、アンプはそうだな。アルテックのヴィンテージですよね。50年代後半から60年代のもので、放送局用じゃなくて民生用なんでしょうけど、下がプリですね。プリがモノラルで、上はステレオだから一緒に使っちゃってるのと、バキューム洗浄機があったり、そうですね、ヤマハの GT2000 ですね。これも結構昔からのオーディオファンには有名なものですね。こっちはガラドの401ですね。ボディの部分は元からですか？そう、買った時からですけど、これ多分作った人がこれで作ったんですよ。こっちのアンプはマッキントッシュの70年代のやつかな、ヴィンテージなんで C33 パワーアンプと。デザイン未だにちゃんと踏襲してるんです。そうですね。でもよく見るとね、ちょっと古いのはちょっと古いんです。新しいのはね、ちょっと違うんですよね。下は山水のプリメインか。これちょっとつなげてないけど、アルテックの劇場用ですかね、放送局用のパワーアンプが最近入ったので、あとはポータブルか、これも古いポータブルがあったりとか、家具は基本的に古いのが好きなんで。こっちの絵が小畑拓さんのキャンバスものが割と一番貴重なのかもしれないですけど、対になってて黒く塗ったのを削って同じだけ同じものを左につけていくっていう作業で、なんかブレイクダンスとかする人なんで、ダンスしてる人の形とかあったり動きをイメージして作ってるみたいですね。渡辺健一君という友達というか先輩なんですけど、イラストレーターの方で、いろんな雑誌で絵を見たことある人多いと思うんですけども、こういう絵も描かれてて、もしかしたら一番おすすめなのかもしれない。左側にはオーバージます。あ、そうそう、これですよね。これは触れとかないとねいけないですよね。これマイルストーンレーベルのオフィシャルのアーシャですよ。アジムスはみんな知ってると思うんですけど、これはブラジル人ナッツさんとか、ナッツのパートナーとか、ココマリアさんとか来た時に写真撮って、ドラマーのママオンの奥さんに写真を送って本人喜んでもらったりとか、日本にこんな写真が飾ってあるっつって喜んでましたね、奥さんで。本人は亡くなっちゃってますけどね、残り一人になっちゃいましたけどね。上がオーパー、ウルグアイのバンドで、ウーゴ・ファットルーソーのバンドですね。私のところでリリースしているさっきの作品の70年代の写真で、この時代はやっぱりアジムスと似たような感じでラテンフュージョンというかやってるんで、知ってる人は多いと思いますけど、巨匠中の巨匠、82歳か83歳ですかね、運よくリリース新録をしてもらえて友達になれたっていうところで飾っておかないとなと。ありがとうございます。場所があるといろんな人が来てくれるようになる。有名な人、無名な人問わず来てくれるし、ここきっかけでなんか始まったりもするし、人がやっぱ来やすいっていうか会いやすくなるっていうのはやりがいというか、やってよかったかなっていう感じですかね。お店はあくまでもただの場所っていうかきっかけみたいなあれなんで、自分のやってるラジオなりレーベルなりっていうのがメインになっていくと思うので、そこをもうちょっと拡張していくというか、コーヒーとレコードとおまけみたいな感じで考えてるんで、そういう場として続いていけばいいかなと思っていますね。この間一日やっていただいたこちらにもあるんですけど、ああ、でもね、ヌメロの仕事も多分手伝ってるんですよね、彼はね。彼も別に知り合いでもなかったんですけど、あるレコードを、バルバドスかなんかの7インチのレコード、なかなかないやつがあって、そのレコードを僕が買ったんですけども、もう何年も探してて、ポコッと出てきて、
で間もなく連絡が来て、全然知らない人から「いやこのレコード実は僕のなんだ」って最初はやっぱりそういうねレアなレコードだし欲しい人なんだろうなと思って相手してなかったんですけど、なんか話聞いていくと盗まれたのか紛失したのか分かんないけど、彼がスペインかなんかで DJ をやりに行った時になくしたみたいな感じで、確かスペインの人から俺も買ったような気がして、でレコードのレーベルっていうかね、そこの部分にもうサインが入ってる言い出して、プロデューサーかなんかの名前が入ってて、いろいろ話聞くと日本のね共通の知り合いとかもいたりして、何やら本当っぽいなってなってきて、最後にこういうレーベルやってるんだっていうスタークリーチャーっていうなんか出てきて、自分も知ってたんで、それでもう全然知らない人じゃないなと思った。買ったお金はねもちろん払うから返しておいていや僕も名残惜しいけどもしょうがない送り返してっていうのがあったのかな。そのお礼になんか彼のレーベルのレコードが山ほど送られてきたりとか今回 DJ のツアーで日本に来るっつって連絡を取って、ヌメロがアルバムリーフって僕が昔バンドやってたのに対バンしたようなバンドと一緒に来たりして一気にこうバッと集まってきたんですけど、ここにも来たし、そこのお店のロゴ作ってくれたりとか、その彼も一緒にツアーに参加してたりして、なんかやっぱずっと好きなことを続けてるとなんかあるんですよね。